こんにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザガイアハウスオーストラリアの開運先生術師、新海真希です。今回は11月の星読み予報です。11月2つの天体が逆行を始める、1つの天体が逆行を終えるということで、怒涛の月になりそうです。ただ、こういう星の流れがあるので、12星座別に何をした方が良くて、何はしない方がいいかっていうのをすごく分かりやすくですね、メッセージを受け取りやすい月でしたので、こういうのが得意なセプタグラムソウルジャーニーリーディングの、カードですね。これで12星座別のメッセージを受け取ってます。これを皆さんにお話しするので、ぜひ最後までご覧ください。それから皆さんにとって3つのこれやれば宇宙に愛されるチャンスだよ月なので、11月は。それもお届けしますので、必ず最後までご覧ください。さて、まずですね、10月、怒涛の10月でしたね。そしてですね、日本の皆さんにとっては10月の21日、レモン彗星が、可視化される新月にすごいことが起こるよと言っていましたら、高市内閣が誕生しました。これね、私本当に個人的に思うんですけど、高市さんって、お抱え先生術師がついてるんじゃないかと思います。まさに私だけじゃなくて、多くの先生術師がみんな同じチャートを見てるわけですから、10月の流れ。言っていた、こういうふうにすれば10月は勝ち残れるよって言った通りのことをやられてたんですよ。そして勝ったっていう感じですね。で、しかも10月の4日と10月の21日が10月の、人生を変える一段転機だということを私の方でも出してましたね。そうすると10月の4日に下馬評を覆して、高市さんが、まず自民党で総裁になると。ただし、その後に共産党が離れたことによって過半数いかないから、首相になるのは夢で終わるんじゃないかと言われていたこの4日から21日の間、他の動画でもお話ししてましたけれども、何をすべきかっていう一つは、一見マイナスに見えるけれども、誰かがあなたから離れていく。でもそれを追いかけるなと。それはきっと本当は離れた方がいいんだ。そのスペースに新しいものが入ってくる。これ見事にやり遂げて、共産党、どれが悪いとかいいとかじゃないですよ。公明党ですね。公明党が、いなくなると言っちゃう。だけれども、それがなくなったことによって、明らかに維新との連携が始まったわけですね。そして結果的にはこの方が良かったわけです。ですからまさにこの流れをうまくやり遂げていますし、それから維新はどうしても維新を味方につけたかったわけです。過半数に近づくために。で、ちょうどこの星読みで10月、本当に大事なものを守るためには、全てが通ることは無理です。これも10月でした。本当に大事なものを守るために、他のものを諦めたり、譲歩したり、寛容になることによって大事なものを守りなさい。まさに維新とのやり取りでニュースを見ている限りですね、それをやり遂げた彼女はという感じです。それによって結果過半数いきましたから、もう本当先生術でこうしたらいいよ通りのことをやり遂げた方が今回首相になったという気がしまして、今後もちょっと注意して見ていくと、先生術の流れをやっていくんじゃないですかね。本当、お抱え先生術師いるんじゃないかですかねと、ちょっと個人的に思っておりますと。そんな、じゃあ11月はどうなんでしょうということなんですけれども、今回ですね、まず流れ言っときます。11月の天体の動きですけれども、太陽はさそり座から22日にいて座に移動し、月は5日がお牛座満月、20日がさそり座新月。強力ですね、これね。水星はいて座スタートで10日逆行を開始します。これポイントです。そして19日に1回さそり座に戻って30日に逆行を迎える。この10から30の間、要注意ですね。金星は天秤座から7日さそり座へ移動します。このシフトチェンジも大切です。火星はさそり座から4日いて座に行きます。このシフトチェンジも影響を受けます。木星は蟹座にいるんですが、12日に逆行を開始します。水星と同じ時期ですから、この10日、12日ぐらいからの後半っていうのは、この逆行の影響をかなり受けます。ですが、土星は逆に魚座で逆行中でしたけれども、28日に逆行を終えます。これも大事です。土星逆行開始時に出している動画をもう一度ぜひ振り返っていただきたいと思います。ここでまた28日にエネルギー変わります。天王星は双子座で逆行中なんですが、逆行しすぎて8日にお牛座に戻る。この影響ももちろん受ける。
そして海王星は魚座で逆行中、冥王星は水亀座にステイという流れです。この天王星がですね、牡牛座に8日に戻るということ、それからその前日の7日に金星がさそり座に移動すること、そして牡牛座とさそり座の新月、満月、この影響がかなり大きいと思います。このテーマって結構お金とか所有することなんですね。力関係というのもそうです。なので、まさに政治もここが面白いところだと思いますが、お金や所有することに関して、どのように徹底的に調整していくかっていうことです。で、そのために金星の愛と人間関係に大きな変化が生まれてくる。あるいはこの人間関係の大きな変化によってあなたの所有するもの、お金に大きな変化がやってくるとも取れますね。これはもう世界的にも経済のエリアで11月ものすごい変動があると思います。私はその株とか外貨を買うとかもやっていませんが、かなり相場、11月は大きく変化すると思われますね。だからあんまり素人はやらない方が逆に言うといいのかもしれませんが、それからもう一つ、このアスペクトっていうのは、努力してきた人が一気にキャリアアップできるチャンス。努力って報われる月と報われない月があるんです。これ知っておくことって結構大事で、っていうのは、報われない月なのに、しょうがないんですよ。あなたのせいじゃないのになんでだろう、やり方悪かったのかなと思ってあたふたして変えちゃうことはなくて、私はもうそういう月には、今月は何やってもダメなんで大丈夫、報われるから、あたふたしないでっていうふうに星読みでもよくね、セッションでも言います。それから火星はいて座、水星はいて座で逆行開始、水星はいて座から逆行を開始する。まず火のエネルギーっていう影響も結構大きいので、これ無視できませんね。で、この2つは感情の爆発とか強烈な自己反省っていうものを起こす可能性があります。それから誤解とか勘違いからのこの逆行値は特に争いが勃発するっていうこともあるので、これもですね、ちょっと気をつけたいですね。大きな変化のところで誤解のないような話し方、これ大事です。年が明ける前にいろんな意味でちょっと誤解は解いていくみたいなこと、リセットするみたいなことはやっていく必要があると思います。もうちょっと詳しく見ていくと、まず10日から水星の逆行というのがかなり気になりますが、で、しかもこう、いて座からさそり座っていう、この逆行の仕方は、なんか移動するとか、旅行とか、交通機関とか、そういうところでのアクシデント、予定変更にはすごい気をつけたいところです。私はこういう時には旅行に行きませんが、そうはいかない人たちもいるので、気をつけてください。19日さそり座に戻ると、なんか隠していたこと、秘密が明るみになったり、暴露されたりするので、政治でも芸能界でも社会的にも、皆さんの個人的にも、なんか衝撃的な真実の暴露っていうのがあるかもしれません。それから木星、毎年恒例の逆行です。この時期ね、12日スタートして、来年の3月まで続きます。この期間、また別動画を上げます。木星逆行に絞った別動画ですね。あなたの本当の家、家族のような存在、ソウルの故郷と呼べる場所、人生で最後にたどり着きたい場所はどこなのかという見直しをしてみる必要がありますので、これを見直しが来年からの風の時代に生きる人生の基盤、どこの場所かっていうのをここで決定していくという期間になります。詳しくまた話します。20日、さそり座の新月があり、この辺りで他の人とソウルレベルでの深いつながりを体験できる可能性があります。ソウルメイトとの出会いとか、より強固な、なんか一緒に何かを始めるとかですね。さそり座のテーマってお金、投資、家計の見直しもあるので、それにも最適な月です。さらに直感力を鍛えるっていうのは、さそり座の新月に毎年提示されていて、もう新月のお茶会を毎月やりますけど、さそり座の新月のお茶会では、どうやったらサイキック能力が強くなるか、見えないものを見る力が強くなるか、こんなことも話します。実はあんまり怪しい話をこの公開ではしてないんですけど、私、マジで本当にしっかりと人のオーラ、色がですね、見えるっていう、性質を持ってまして、それをクローズドの方の、そのメンバーシップよかったらどうぞ皆さん、毎月5.99ドルですが、ではちょっとちょこちょこ見方なんか話してるんですけど、誰でも実はこういう能力があってね、花開きやすい月だと思います。それから太陽が22日にいて座に入ると、より学び
より旅行、外に行こう、チャレンジ精神みたいなものがふつふつと湧いていくので、なかなかモチベーションが上がらない人も、これぐらいのこのね、シフトチェンジの時期を利用するといいかもしれません。そしてもう11月の後半なんで、ほぼ12月の影響になりますが、土星が28日に巡行に戻ります。逆行開始時にお話しした見直しが完了したという人は、より明確で軽やかな自己意識を持って進む姿勢になるはずですから、ここからさらに深く前向きに掘り下げることが可能になります。掘り下げなんですけど、土星はやっぱり逆行中は後ろ向きの掘り下げ、これが前向きな掘り下げになっていく時期ですね。これもまた別動画あげます。しっかり見ていただくと、長期的目標に向けて再びエンジンをかける絶好の時ということだと思います。それから金星、天秤座からさそり座なんで、こう7日ぐらいまではクリエイティブな豊かさを楽しみつつ、7日以降は深く、なんかもっとこう重く、情熱的な愛のテーマへ移っていきます。金銭的には、天秤座では、喜びにお金を使うっていう感じなんですね。がいいよと。さそり座では資格とか将来のあなたのお金に変わりそうなもの、投資などに使うという流れがおすすめです。で、今のところまだ円がこう前の強さを取り戻していないから、そういう時にお金を貯めているっていうのは、あんまりこう、円を貯めていても、それがまだ世界で通用しないかもしれない。ただ、ここから円は強くなっていくことをもう大きく期待してね、いいと思うんですよ。政治が変わっていきますからね。で、ただその時は一番確実なものっていうのは、金貨で持っているというよりはもう使った方がいいわけです。ただ使ったらなくなっちゃうから、使うんだったら資格を取るとか、何か将来お金に変わるような技術を身につけるとかいうのもすごくおすすめです。全体的にさそり座の影響は強い。感情的にも行動面でもコントロールイシューっていうことから逃れることは困難な時期ですから、もう誰が権力を握るのみたいなものがきっと社会でもいっぱい起こるでしょう。で、こういう時他の人の態度とか反応によって自分自身の今日の気分が決まるっていうタイプの人はですね、あなたはあなたの感情が人にコントロールされちゃってるよという問題から目を背けることができなくなります。でもこれはもう向き合うしかなくなるということなんです。これは私は別に、先生術とは別のマニフェステーション術とかコーチング講座をしていますので、そのクライアントさんにはよく言うんですけど、ほとんどの人がさあ今日気分がいいとか最近落ち込んでるとか、全部それってどっから決めてるかっていうと、パートナーの機嫌が悪かったり、家族がなんか私を認めてくれなかったりとか、フォロワーさんがとか、他人にあなたの感情がコントロールされているということに気づいてない人が結構多いんですよ。だからそこから今もう目を背けず、そこを何とかしていくっていう時に入ってますよっていうことです。で、逆にあなた自身が子供の気分とかをママの意見の正しさを押し通すことによって子供の人生をコントロールしているタイプだとしたら、そこから大問題が発生していくっていうのも今月ありえます。だからいずれにしてもコントロールされやすい人もしちゃいがちな人も今月は問題が起こりますので、全てリセットするという必要が出てくるんじゃないかということを準備しておくといいと思います。ではこの月をより平和に過ごすために最初に言っていた事前に3つのことをやっておくと宇宙から愛されるよというこの3つ、これはですね、心のバランスを整えること、そしてセルフエスティームという自分で自分を守る力を育てること、そしてレジリエンスという何があっても跳ね返す力を確立しておくということがおすすめなんです。ただ、それをするにはどうしたらいいのということだと思うので、これはただ今から言う3つの言葉をぜひ毎日今日から唱えてみてください。1つ目、私の人生のコントロール権は私だけが持っています。2つ目、私は人の人生をジャッジしない、コントロールしない、それぞれの人生に対して寛容です。3つ目、私は今の自分、今持っているすべてに感謝します。条件付けなしに感謝します。この3つを毎日言っていると宇宙に愛されます。ぜひ11月やってみてほしいです。これね、今に感謝すると、これ以上の豊かさや出会いがやってこないのか
っていうふうに心配する人がいるんですが、宇宙の法則は違います。私が受け取ったそのセプタグラムソウルジャーニーコーチング、リーディングというメソッドをそこで受け取ったものを全部やってみたら、私は欲しかったものがどんどん手に入ったんです。ですから皆さんにもお勧めしているんですけれども、多くの人がもっと豊かにもっと幸せになるために、今持っていないものを目標に設定して頑張っていて、でもそれってひょっとしたら宇宙からはいつも足りないって宇宙に文句を言ってる人なんで、宇宙から人を可愛くない、サポートをしたいというふうに思えないんです。なので大丈夫です。例えば今のお家がもっと広い家がいいなじゃなくて、私は今の家に100%感謝しています。大好きなお家です。まずこれを言うんです。で、言うためには、きれいにしたり、毎日磨いたり、家を大切にしておくと、その気持ちもより強くなりますよね。今のお家に満足しています。ありがとうございます。言い続けていたら、もっと大きな家がプレゼントされるんです。こういうシステムです。私は今の家に感謝しています。もうちょっと広ければいいんだけどって付け加えてる人のところにはやってこないんです。ちょっとこれは一回信じて、ぜひやってみていただきたいと思います。宇宙は今に100感謝する人にもっと与える仕組みになってます。こうした私が受け取ったマニフェステーション術、願望実現術は、他の動画でも実は有料でコーチング講座で教えていることを結構無料で動画内で出してるので、ぜひ、この機会にご覧いただきたいと思います。さそり座の季節って特にもっともっと欲しくなる、もっと正しさを証明したくなるんです。だからこそ、この時期にみんながそうなっている時に自分の人生のコントロール権を自分で集中して、他の人に対しては寛容で、宇宙に対しては感謝しているっていうこの3つのことをやっているあなたを表現していけば、必ず宇宙から白羽の矢が立って、この人の夢を叶えてやろうってなりますから、ぜひやってみてください。さあ、それではここから宇宙から降りてきたセプタグラムソウルジャーニーリーディングのカードからのメッセージです。12星座別です。まず、お羊座からですね。お羊座は今月、自分の本質に戻って、もう一度やりたいことを一から始めてみてください。ただし、お金の使い方には要注意。ちょっと間違った方向に使ってしまいそうですので、気をつけてください。お牛座です。よいしょ。お牛座は宝くじとか買ってみる、なんかラッキー運があるかもしれませんのでやってみてください。そして人間関係に気をつけなきゃいけないので、ちょっと固執せずに浄化、切り離してみるということが大事だと思います。双子座ですね。双子座は整理整頓が開運行動です。ただしですね、気をつけなきゃいけないのが、つい言った言葉が暴言になっている可能性があるので、優しい言葉をしゃべるように気をつけましょう。谷田さんは責任感よりも楽しむことを重視して動いてみるといいですね。気をつけなきゃいけないのは結構今月精神的な落ち込みが激しい時なので、常にポジティブに戻れるような何かですね、すぐ楽しめるような動画を用意しておくとかしておくといいと思います。獅子座さんは子供のようなクリエイティビティのできるような、なんかそういう行事に参加するといいですね。ただしですね、やり直しをしなきゃいけないことがあるはずですので、そこから逃げようとすると、出発点に戻されそうですね。そして、続いて、よいしょ。乙女座さんですね。乙女座さんはプライベート充実しそうなので、結構社交をやってみてもいいかもしれません。ですが、小さなミスが結構あるので、スケジュール管理とかですね、よく見ることが大事だと思います。天秤座さんは自分らしさ全開、魅力が結構人に伝わるので、積極的にアウトプットしていくといいと思いますが、気をつけなきゃいけないのは、ケチになったら何もかも失ってしまいます。そして、さそり座さんはやってきた努力が報われる時ですね、ご褒美をどんどん受け取りましょう。ただし、気をつけなきゃいけないのは、勘違いが多い時ですので、何でも2回見直してください。そして次、さそり座さん、なんか新しいことを始めるといい時かもしれません。そして気をつけなきゃいけないのは、休憩しないで突っ走ってしまいがちな時でもありますので、体には気をつけましょう。体の声を聞きましょう。
ヤギ座さんは今月、社交を積極的にやると良さそうですね。ただし、それによって離れていく人間関係に執着しそうにもなるので、それは手放しの方が大事ですよっていうことですね。水亀座さんは今月、あなたの才能が認められやすい時です。ですから、自分の得意分野には積極的に参加するといいと思います。ですが、こちらですね、勘違い、やはりまあ逆光の影響をどこも受けるんですけれども、特にポロッと言ってしまった言葉で墓穴を掘る可能性があるので、言葉に気をつけるっていう感じでしょうかね。魚座さんは、今まで見ていた方向ともう一つ別の目を持ちながら、2つの視点で見ていくという意識を持っていくといい時ですね。そして気をつけなきゃいけないのは自分の感情を置き去りにして、しまうところがあるので、自分の感情がそこに喜びを感じているのかどうかを再確認した上で全ていいとか悪いとか OK するとかアクセプトするとかしないとかを決めていかないと、また自分の気持ちが曖昧なままね突っ走ってしまうという恐れがある逆行の影響もありますので、気をつけましょうということではないかと思います。はい、ということで、今回はカードからの、ね、メッセージを簡単にお伝えしてみました。先生術をしっかり学びたいという人はもちろん動画講座なども開いておりますので、そちらもウェルカムですし、もうちょっとこう気楽にもう少し深く見たいという人はノートの記事を出しておりまして、11月なんかもですね、12星座別のとか、ノートの記事でちょっと有料の部分もあったりするんですが、これまでもいろんなものを出してますので、興味のある方はそちらもぜひご覧ください。素敵な11月をお迎えください。